はいどうも、ムーンベースカズです。今回はスマートモニターの紹介です。紹介するのはこちら、カープライドのスマートモニター W702B Pro です。このスマートモニター、とにかくディスプレイが大きいんですよ。スマートモニターの中では最大級ともいえる7インチのディスプレイを採用しています。そして Bluetooth を2つ搭載しているんで、このスマートモニターを通して2台のインカムやイヤホンに音楽やナビの音声を届けることができるんです。さらに取り付けも簡単なんです。 BMW のバイクなら電気配線なしでポン付けで取り付けができます。 BMW 以外のバイクでも USB 電源で簡単につけることができるんです。そこでこのスマートモニターのスペック、ディテール、機能、取り付け方法、使用感を詳細にレビューしていきます。それでは行ってみましょう。バイク用のスマートモニター、アキーヨの AIO5 プレイを筆頭に多くのメーカーからいろんな種類が出てきましたね。スマホの画面を映すだけじゃなくて、ドラレコ付きやタイヤの空気圧センサー付きなど機能も多彩です。そして画面サイズのバリエーションも増えてきました。主要なブランドの画面サイズはこちらの通りです。こうやって見るとスマートモニターの画面サイズは5インチ前後とそこそこ小さめなんですよね。一方、スマホの画面はどんどん大型化しています。iPhone16 の画面は 6.1 インチ、iPhone 16 Pro Max は 6.9 インチです。大型のスマホ画面に慣れていると5インチ前後のスマートモニターは小さく感じるんですよね。そして画面が小さいと地図や文字も見づらくなります。そこでもっと大きな画面がいいなって方におすすめなのが今回紹介するカープライドのスマートモニター W702B Pro です。なんとこのモニター、画面サイズが7インチもあるんですよ。iPhone16 よりも大きいモニターなんです。なので地図はもちろん文字も大きくて見やすくなるわけです。このスマートモニターのディテールとともにスペックをチェックしていきましょう。こちらがパッケージ内容です。本体のスマートモニター、電源コード、USB コード、固定用のマウント、工具とスペアパーツ、これらです。では、それぞれを細かく見ていきましょう。まずはスマートモニター本体です。かなりの大きさがありますね。厚みもあってしっかりとした作りです。この後ろの四角いのは BMW のナビスタンドに付けられるブラケットです。BMW のバイクに乗っている人は電源の配線をしなくてもポン付けするだけで簡単に使えます。なお、カープライドのスマートモニターには BMW のブラケットが付かない普通のモデルもラインナップされています。ちなみに W702B Pro もこのブラケットを外すことができます。外すとこんな感じです。この棒の先にボールをつけるとボールマウントになります。そしてこのスマートモニターの最大の特徴はやっぱり画面の大きさですね。なんとスマートモニターの中では最大級ともいえる7インチのディスプレイを採用しています。実サイズで言うと横 15.3 センチ、縦 8.5 センチ、かなりの大きさです。本体の大きさは横 18.2 センチ、縦 11.4 センチです。スマホと大きさを比べてみましょう。自分がいつもバイク用ナビとして使っているソニー Xperia Ace3、そして普段使いの iPhone14、Oppo Reno 9A、これらと並べてみました。それぞれのサイズはこちらの通りです。スマートモニターの大きさがズバ抜けていますね。ディスプレイのスペックはこちらの通り。液晶はどの角度から見ても見やすい IPS 液晶を採用しています。画面解像度は 1024×600 ピクセル。そこそこの解像度ですね。明るさは最大1002と非常に明るくて晴れた日の昼間でも見やすいです。次に画面以外も見てみましょう。これは日よけですね。直射日光を遮って画面が見やすくなりそうです。動作温度はマイナス10度から70度。真冬はもちろん真夏も熱暴走を気にせず使えますね。電源ボタンです。ゴムのカバーがついていてカチカチとしたクリック感があります。物理ボタンがあるのはいいですね。ここはマイクロ SD カードのスロットです。SD カードに保存した音楽や動画も楽しめるんです。電源コードはここから出ています。ボタンや SD カードのスロット、電源がすべてしっかり防水されています。防水性能は IP67。砂やホコリが内部に侵入しなくて、一定時間水に沈めても水が侵入しない防塵防水性能を持っています。砂ぼこりが舞う林道や大雨の中を走っても壊れる心配はないですね。バッテリーから電源を取るためのコードです。途中にはヒューズもちゃんとついています。
USB に接続して使える USB コードです。すでにハンドルにつけた USB 電源やモバイルバッテリーでも使えるようになっています。なお、USB 出力は 5V2.5A 以上が必要です。コードはこのようにして本体と接続できます。コードの接続部分は防水設計になっています。バイクにスマートモニターを固定するマウントです。ハンドルに固定するパーツは U 字ブラケットです。中間マウントがあるんで、モニターの角度が自由に調整できますね。日本語の説明書です。かなり詳しく書かれています。スマートモニターの機能をチェックしましょう。まず起動です。起動画面が出て、それからホーム画面になります。ホーム画面で使える機能を見てみましょう。iPlay が iPhone の CarPlay、AOT が Android Auto です。CarPlay や Android Auto は一度接続しておけば、次回からは電源がオンになると自動で立ち上がります。CarPlay の立ち上がりまでの時間を測ってみましょう。15秒ほどで地図が表示されました。かなりの速さですね。Android Auto のホーム画面はこんな感じです。CarPlay のホーム画面はこんな感じです。スマホで設定したスマートモニター対応のアプリが表示されます。画面の解像度はそれほど高くないんですが、十分に綺麗です。画面が大きいんで、文字も地図もとっても見やすいです。注意点として、一部の Android のスマホでは Android Auto が使えないことがあるようです。そのスマホはこちらです。ちなみに自分の Oppo Reno QA は使いましたが、ソニー Xperia Ace3 は繋がりませんでした。オーディオは音声や音楽の出力元を切り替える機能です。iPlay Auto と BT 送信の2種類があります。iPlay Auto はスマホとスマートモニターを CarPlay や Android Auto でつなげて、そしてスマホからインカムにサウンドを出力するモードです。BT 送信、Bluetooth 送信はスマホとスマートモニターを接続して、さらにスマートモニターとインカムをつなげ、スマートモニターからインカムにサウンドを出力するモードです。Bluetooth 送信では2台のインカムが接続できるんで、スマートモニターで再生した音楽を2つのインカムで同時に楽しむことができます。Bluetooth 通信が届く範囲は10メートルです。タンデムでも同じ音楽を楽しむことができますね。さらに2つのインカムをつなぐトランシーバー機能も使えます。スマートモニターを通してインカム同士で会話もすることができるんです。また、インカムのマイクを使って音声アシスタントの Siri や Google アシスタントも使えます。これはコンパスと気圧計です。電波の届かない山奥を走るときとか活用できそうですね。フォンは Bluetooth 接続したスマホから電話をかける機能です。音楽は Bluetooth 接続したスマホの音楽を再生する機能です。このモードで音楽を再生しているときはイコライザーも使えます。ロックやジャズなど音楽ジャンルに合わせた音域に調整できます。もちろんカスタムで自分好みの音質にも調整できます。カードはマイクロ SD カードに保存した音楽や動画を再生する機能です。設定は言語の設定やシステムのリセットができます。ここでは音楽などのメディアとナビなどの音量を個別に調整できます。ここでは Bluetooth の接続状況がわかります。画面の明るさはここで調整できます。ここのスイッチをオンにすると自動光感知機能がオンになって周りの明るさに合わせて画面の明るさも自動で調整されます。昼間は明るくなって夜は暗くなるんで、どんな環境でも画面が適切な明るさで見やすくなるんです。自動光感知機能をオフにして自分好みの明るさにすることもできます。このアイコンを押すと画面の壁紙が切り替わります。ヘルプを押すと問い合わせ先のメールアドレスが表示されます。サポートは充実していて、1年間の保証と生涯無料のアップグレードサービスがあります。スマートモニターの取り付けは簡単です。まずは U 字クランプをハンドルに固定します。次に中間マウントでモニターを挟むだけです。中間マウントの可動範囲が広いんで、モニターを見やすい位置に固定できますね。いかがでしょう？かなり巨大ですね。ハンドルの横よりもメーターの上の方が収まりが良さそうです。電源は今回は USB を使いました。すでにハンドルに USB 電源があるんで、ここから電源を取りました。デイトナのスレンダー USB Type A 2ポートです。5V2.4A の出力ですが、ちゃんと使いましたね。USB コードは長めなんで、束ねてここに一旦仮止めしています。
ちなみに付属のクランプはつまみを回すと簡単にスマートモニターが外せてしまいます。盗難対策をするならカイディアなどで販売されている盗難防止用のマウントパーツに変えた方がいいですね。それでは実際に使ってみてのレビューです。まずは画面の見やすさです。これは最高ですね。画面サイズが7インチと巨大なんで、文字も地図の道もとっても見やすいです。やっぱり運転しながら見るナビなんで、パッと見た瞬間に交差点名や曲がる道がすぐ把握できるのはいいですね。画面をじっと長い間見なくて済むんで、安全運転にもつながります。そして先の道まで分かりやすいのもいいです。スマートモニターって横向きで使うんで、縦向きのスマホと違って先の道があまり表示されないんですよ。でもこの大型のスマートモニターだと縮図を小さくしても道がしっかりわかるんで、先の道まで表示することができます。縦表示のスマホナビと並べてみました。横向きでも遜色がないのがわかりますね。画面が大きくなったことで操作性も増しています。カープレイや Android オートって車での利用に向けて画面が最適化されているんで、アイコンやボタン自体は大きめになっています。でもバイクのグローブをつけているとそれでも小さいことがあるんですよね。でもこのスマートナビは画面が大きいんで、アイコンやボタンのサイズもより大きくなっています。そのためグローブをつけた状態でも操作がしやすかったです。ただ画面の反応速度はちょっともっさりですね。ボタンを押した時とかスワイプしての画面移動とかそんなに速くなくてワンテンポずれる感じです。とはいえあまり画面を操作することはないんで、それほどストレスにはならなかったです。画面が大きくなったことでデメリットも2点あります。一つは画面への映り込みですね。画面が小さいとそれほど気にならないんですが、7インチと画面が大きいと自分のヘルメットや景色など画面への映り込みが結構気になりますね。画面を明るくしているときは特に気にならないんですが、曇り空とか夕方とか周りが暗くなってくるとモニターの明るさも暗くなって画面への映り込みが目立つようになります。そうすると地図が見にくくなるんですよね。そんな時には画面の明るさを手動に切り替えて明るくすると解消されました。もしくは反射防止の保護フィルムを使うといいかもしれませんね。もう一つのデメリットというか、これは個人の好みだったりバイクのデザインによるんですが、大きすぎる本体をどう捉えるかですね。バイクによってはスマートモニターがかなりの存在感を主張します。ハンドル周りをシンプルにまとめたいって人にはかっこ悪いって感じることもありそうです。自分のバイクにマッチする設置場所を工夫する必要がありそうです。設置は簡単でいいですね。特に BMW のバイクなら BMW 専用のブラケットがついた W702B がおすすめです。電源の配線などをしなくてよくて、ホルダーにカチッとはめるだけで取り付けは本当に簡単です。BMW 以外のバイクならボールマウントのついた W702 がおすすめです。マウントに固定して電源は USB もしくはバッテリーから取るだけで使えます。簡単に電源を取るなら USB 電源ですね。5V、2.5A 以上の出力が必要ですが、2.4A でも大丈夫でした。ほとんどのバイクの USB 出力は 2.4A 以上あるんで問題はないですね。ただし USB の場合は気をつける点が2つあります。1つは防水性能です。バイクにつけた USB 端子の接続部分が防水になっていないと雨の日の利用は危険です。もう1つはエンジンの始動で再起動になることです。これはバイクの USB 電源を使うスマートモニターでは基本発生することなんですが、キーをオンにしてスマートモニターを立ち上げた後にエンジンを始動すると電流が一旦遮断されるんで、スマートモニターが再起動するんです。再起動になってもすぐにカープレイや Android オートの地図は表示されるんですが、この再起動はちょっとストレスですね。防水性能を高めてエンジン始動での再起動を防ぐならバッテリーとの接続がいいですね。バッテリーとの接続も難しいことはないんで、長く使い続けるならバッテリーから電源を取るのがおすすめです。スマートモニターを使うときって音声や音楽はスマホからインカムに出力されるものが多いんですが、これはスマートモニターからのサウンド出力が可能です。その場合は音質をカスタムできるイコライザーが使えたり、音声アシスタントの Siri などが使えたりします。機能の少ないインカムを使っている場合はこのスマートモニターとつなげることでできることが増えるのがいいですね。ただインカムにイコライザーや音声アシスタントがあるならスマホとインカムをつなげた方が便利です。それでは総合評価です。今バイクナビ用として使っているスマホやスマートモニターの画面が小さくて見づらいって感じている人には非常におすすめのスマートモニターです。とにかく地図や文字が抜群に見やすいです。ナビがさらに分かりやすくなりますね。スマートモニターとしての基本性能もしっかりあるし、欠点はほとんどないですね。価格もボールマウントタイプの702で2万円半ば、
BMW 専用ブラケットのついた 702B で3万円ちょっと、買いやすい値段も嬉しいです。はい、ということで今回は大画面のスマートモニターカープライド 702B プロの紹介でした。皆さんのスマートモニター選びの参考になると嬉しいです。よければぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。それではまた、ご安全に。